皆さんどうもこんにちは。アーティスト兼音楽プロデューサーの富田海人です。今日は星野源さんの不思議という曲の徹底解説をしていこうかなと思います。この曲は僕も大好きな曲でして、リリースされた当初すごいびっくりした記憶があるんですけども、今ですね、淡麗グリーンラベルの CM で、星野源さんの不思議という曲がね、使われていて、星野源さんも出演されているんですけども、いいタイミングかなと思いましてカメラを回してみました。このタイトルにもある通り、この曲自体も不思議な要素が満載ですので、ちょっとそちらを細かく見ていこうと思います。早速手元を映しましょう。行きますよ。こちらの曲なんですけども、E フラットでスタートしていて、キーも E フラットメジャーというものになります。で、転調とか度数の話もしていきたいので、キーをね、3つ上げて C の発見のキーで弾いていきたいと思います。早速ちょっと A メロをやってみます。君と出会ったこの水の中で手をつないだら息をしていた、ただそう思った。こんな感じで A メロ始まるんですけども、すでにめちゃくちゃ不思議なことがいろいろ起こってまして、一個ずつ解説していこうと思います。もうちょっと簡易的なバージョンで最初の1行目を弾いてみると、こんな感じで F の前に F へのセカンダリードミナントが置いてあるっていう構造になってますね。この G シャープ9フラット13みたいなやつは F へのセカンダリードミナントの代用コードになってます。こういうコードなんですね。G シャープ9フラット13は G シャープの、セブンスはこうですね。で、ナインスで13がここにあるんですけど、これを1個下げた状態、ここに持ってくるんですね。で、今ね、ここのフラット13とここの5度の音がぶつかっちゃってるんで、こういうコードが複雑になった時に最初に省略されるのがこの5度の音なんですよね。今こうやってちょっと変なんですけど、ここの5度の音を弾かないとちょっとぐちゃぐちゃ感が減ると思います。で、これのボイシングをちょっと変えてあげることでこういう風になってるんですね。だからちょっとスッキリするんですけど、やっぱこう複雑なコードになってくるとボイシングとかこの5度の音を省略してあげるみたいなことが重要になってきたりしますね。これちょっとまず簡単めに説明したいんですけど、この右手を見てもらうと分かるんですけど、こうやってF メジャー7に半音で進行してる部分がありますよね。ここの2つの音がこういう風に半音で下がってるじゃないですか。半音進行したくなるっていう音の形成という性質があるんですね。それを利用することで F メジャー7に行こうとしているという説明がまず簡単な説明です。で、それだけだとね、ここのベースがなぜ G シャープなのかっていうのは説明できないんですね。まずこれがね、こういうブラックアダーコードっていうのがよく使われるんですけど、F へのね、こう半音上から降りて、あとここは半音上に解決していくっていう、こう簡単に言うと行きたいコードの半音上から降りるっていうのが裏コードなんですね。これの元になっているのが僕の解釈だとこのコードなんですよね。これ G シャープ9フラット13って言ってるんですけど、 G シャープまたは A フラットのオーグメントにセブンスとナインスが乗っかってる状態なんですよね。ナインスつけなければこのよくあるブラックアダーコードですね。ここのセブンスの部分をこっちに持ってきたよという。で、ここのナインスも一緒に弾いちゃいましょうっていうのがこういうブラックアダーコードの進化系みたいなあるんですけど、これをベースにせずにそのままやっちゃったみたいなベースをここのやつを持ってこずにそのままここの音をベースにしたよっていうのがこの不思議の2つ目のコードですだからね、 F への裏コードと同じ響き方がするんですよね。だけどちょっとこうちょっと飛ぶので、ベースだけ見たらちょっと特殊な感じが
しますね、こっちの方が。説明できたかなちょっとこれすごい難しいんですけど、詳しく説明すると1時間ぐらいになっちゃうので、ちょっとそちらはまた別の動画で解説しようと思うんですが、しばらく進んで、手をつないだ。いや、これが非常に難しいところで。まずこの F-6、G シャープディミニッシュ。っていうのは、これは意外とね、説明が簡単です。なぜかというと、これは結局、Am へ行くための E7 の系統なんですね。E7 をこう、拡張していったときに、まあ、ここのドの音はちょっとこう、非和声音だと思ってもらっていいと思うんですけど、こういう風に拡張していったときに E7 を、そこの構成音でできてるのが、F-6 だったり G シャープディミニッシュだったりするんですね。なのでこの F-6 G シャープディミニッシュというのは E7 の系統なんだよということで、意外とこの Am へのセカンダリードミナントっていうのでちょっと解釈しやすいんですね。こうきまして、次がね非常に面白いコードで Am6 という Am だったら分かります。まだとかだったら分かるんですけど、ありそうなんですけども、僕的にも解釈非常に難しいんですが、F シャープマイナー7フラット5というコードがあるんですね。これの展開形だと思うこともできます。でもこのベースが A なので A マイナー的な響きがするという。だからこの曲の面白いのは結構このベースの使い方だと思うんですよね。ベースから見たら結構面白いんだけど、他の解釈で捉えると意外と簡単かもなという感じになってますそう思った。最後のこの終わり方も結構面白くて、 C サス4で終わってるんですけど、まあこれね、ベースがもしいたら多分普通にこんな感じになると思います。ここは本当はドミナントが来る場所なんですけど C サス4になってるんですね。でちょっとこうふわっとした感じになるんですけど、本来いるはずのベースがいないという解釈で僕は考えてます。これたくさん難しいコードが出てきてるのを全て代用コードとみなして、元のコード、割とシンプルめなコードで一回弾いてみたいと思います。君と出会ったこの水の中で手をつないだら息をしていた。ただそう思った。こんな感じかなと思うんですね。それがいろいろこう代用コードに変化したり、ベースの音をちょっと変えてみたりみたいな進化をして、こういう不思議なコード進行になってるんですけど、キャッチーな進行なんですよ、元が。だからそれを変化させたところで別にコード自体は複雑でもキャッチーなんですよね。それがなんかこのすごい不思議なんだけど、うまくバランスが取れてる理由なのかなと僕は思います。次の A' もほぼ一緒です。さまよう心で額合わせ口づけした星座のまま、ただそっと笑った。感想がこんな感じになってますね。まず重要なところというか、この曲の結構特徴でもあるんですけど、拍を食うという現象が起こっています。それはどういうことかというと、拍通りに、コードが変わったりするんじゃなくて、拍の1個手前でコードが変わるようになってるんですね。これ例えば食わないとどうなるかというと、こういう風になるんですけど、これメロディーが食ってるんですよね、まず。それに合わせてコードも一緒に先に食ってあげることによって、こう一体感が出てるという感じになります。で、食わなかったりするとこもあるんですけど、こういう食うとこがたくさん出てきます。み
これはサビとかもすごい起こるので、ちょっと覚えておいてもらって、B フラットメジャー7っていうのは結構単発で出しやすいんですよね。今回は a マイナーの間に挟まれて B フラットメジャー7が出てきてるんですけど、この半音上にちょっとこう寄り道してるみたいな感じですかね。で、この半音上なんで、さっきの裏コード的な感覚も生じます。この B フラットが来たら a マイナーにこう形成で解決したくなるというのをちょっと利用して、こう間に挟んである感じです。だからこのベースがダラララダラララダラララってこう割とこう綺麗にね隣に動いていく感じになってますよね。2行目の G シャープディミニッシュの後の C on G っていうのは、これは Am7 の代わりだったりします。Am7 の構成音を使ってるんで、例えばでこう a マイナーに行くのもいいんですけど、ちょっとそのベースをねセブンスに下げてあげて、ちょっとこうそれをこう保留してたり、ベースを経過的に移動させるためによく出てきます。この後の A メロもほとんど一緒なんですが、一応やっときます。希望あふれたこの檻の中で理由もない恋がそこにあるまま、ただあなただった。こんな感じで本当に変わんないですね。ちょっとベースが動きが出てきてすごい面白くなっていますね。僕もいつもオリジナル曲を制作したり、他のアーティストのね曲を制作してる時も結構ベースは結構遊べる楽器だなと思っていて、こういう風に半音進行だったりちょっと寄り道したりみたいなのはベースしやすいですかね。この後だ、こっからが難しい。幼い頃の記憶、今夜食べたいもの、何もかもが違う。なのになぜそばにいたいの、他人だけにあるもの、好きを思った。はい、難しい。まずこんな感じ。ボイシングはちょっと本当に正しいかわかんないんだけど、こういう風に e マイナーナインスを持ってきてるんですね。 F シャープの音が出てきます。これにすごい意味があるというよりは、これがスライドして出てきてるとって考えた方がいいと思います。なのになぜそばにいたいの、他人。e マイナーナインス僕は結構使っちゃいますね。なんかちょっとアクセントにここを使うみたいなことは結構やりやすいと思うんですけど、みたいなね。その後結構えぐいものが待っていまして、何もかもが、これはクリシェというものなんですが、結構いろいろコードがこだわってあるというか、綺麗にメロディーと当たらないようにかなり工夫されてるっていう感じのクリシェになってますね。例えばね、これ別に上の積みは一緒でみたいな、こう F に降りてくクリシェみたいなのあるんですけど、そうするとちょっと汚い時もあるんですね。こう瞬間的に聞くと汚くなる。こういう風に汚くなるんで、こう部分的に見てもこう汚くならないように工夫してあるということになります。で、この F マイナーメジャーセブンス、F マイナーセブンスはよく見ると思うんですけど、これね、これはね結構使いやすいので結構出てきます。他人だけにとかちょっとこうオーギュメント的なね積みになるんで、こう決めとかにすごいいいと思いますね。こっちだと他人だけにあるだとちょっと落ち着いちゃって、こっちの方が緊張感が出るんで、他人だけにあるもの、ちょっとこうサビへの解放していく緊張感を作りやすいのかなと思いますね。違う。これさっきのにちょっと近くて F への裏コードなんだけど、 F と d マイナーっていうのはサブドミナントとしてね同じ効果があるので入れ替えることが可能なんですよね。 C7 の後に d マイナー来てるみたいな感覚ですね。
ようやくサビですこの曲を解説するのすごい楽しいんですけど、ようやくサビが来ました。他人だけにあるものを好きを持った日々をありのままで持ちにできるなら気が済むのにな。まだやだ遠くもろい愛に足る想い瞳に今宿り出す。難しすぎる。ピアノも難しくてね、歌も難しい。これ最初僕聞いた時転調してることに気づかなかったんですよね。そのくらいこの最初の転調は自然かつこう不思議なものになってるんですけど、こんな序盤3個目のコードで転調するサビがあるのかなって感じなんですけど、もちろんこれは1度からスタートして、でこのまま G とか e マイナーに転調してます。なので続調転調ということができますね。なぜこんなに自然なのかっていう感じなんですけど、ちょっと2-5-1的な進行になってるんですね。ちょっとだけ厳密に違うんですけど、って言ってここにいけるようになってます。4度上昇のこの自然な流れで、さっき B メロの時に e マイナーナインス出てきてるんですよ。それがちょっとここで若干伏線回収みたいになってるというか、あそこでちょっと違和感を出したことによってここの違和感が普通になっちゃってるんですよね。今でも不思議だなって感じがします。その後もね、ファシミラってラまでこう2-5-1的な距離感で上がっていくので、めちゃくちゃ転調してるわけじゃないんだけど、そこがちょっと曖昧になってることによって、ちょっと保留されてることによって部分転調感が若干生じて転調してるように感じないのかなという感じがするんですね。で、その後のコードの話をしていきます。できるなら、これはさっきのブラックアダーコード的な考え方で、ここに向かって降りる裏コード的な構造になってます。でその後これも裏コード的な感じで e マイナーへの半音上の裏コードになってますね。ここで F を出すことによって C メジャーの元々のキーの音を使ってるんで、完全に G に転調してるというよりちょっと C の面影があるみたいな、そういうのも違和感のない転調を作ってる気がします。その後は結構ね、ベースで持っていく感じ。って感じで、なんじゃこりゃって感じなんですけど、いろいろやってるけど、多分簡単にいくと、またやだ遠くもろいみたいな、こう e マイナーへの2-5-1みたいな感じでできてる。それをなんか分解してってやってんのかな。その後 C メジャー7作るんですけど、 C でずっと来てるみたいな感じかな。こう右手もそれに合わせて変えるんだけど、でその後また B7 来て e マイナー行くと思いきや G に行くという、なんかこうちょっと裏切りの連続みたいなとこもあるんですけど、ベースの動きをこう綺麗に動かすことによってなんかそこの違和感をなくしてるというか、すごい不思議なバランス感覚になってます。で最後また瞳に今 F メジャー7が出てきて宿り出す戻るっていう、ここでも B フラットメジャー7とか出てくるから、7度フラットをちょくちょく小出しにすることによって続調加速調の行き来をしたり、ちょっと面影を残すみたいな感じになってるのかなと僕は思いました。曲がすごく不思議すぎて解説するとこが多すぎてざーっと説明しちゃった部分もあるんですけど、今また CM でもねフィーチャーされて、ゲンさんが弾き語りでやってるバージョンとかもあってね、この弾き語りバージョン結構えぐいなって思ったんですけど、ゲンさんがこうギターで作曲したのをピアノでするようにシフトチェンジした時の
最初の楽曲になってまして、なのにもかかわらずめちゃくちゃ難しいっていう。僕もオリジナル曲を出していて、結構ゲンさんに影響されている部分も無意識的にあると思うのでね、ぜひ聴いてみてください。評価とコメント、チャンネル登録もお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。